昔々、江戸のあるお殿様が目黒のあたりへ鷹狩りにお出かけになりました。青々とした野原に立ち、遠くを見渡しながら悠然と佇んでおられます。風がさらさらと草を揺らし、遠くの空には鷹が一羽ゆっくりと輪を描いておりました。お供の家来たちもその後ろに静かに控えております。暖かな日差しが野原いっぱいに柔らかく降り注ぎ、遠くの雑木林からは鳥のさえずりが途切れることなく聞こえてまいりました。お殿様は日頃屋敷の中で過ごすことが多く、こうして外の風に当たることが何よりの楽しみだったのでございます。今日はそんなお殿様のちょっぴり微笑ましい勘違いにまつわる目黒のさんまというお話でございます。どうぞ目を閉じてゆっくりお聞きくださいませ。鷹狩りは思いのほか長く続き、お殿様はすっかり歩き疲れてしまいました。お腹のあたりをそっと押さえながら少々困った顔をしておられます。お供の家来はそのご様子を見て心配そうに寄り添っておりました。お屋敷を出てからもうずいぶんと時が経っており、あたりの景色もすっかり見知らぬの道へと変わっておりました。振り返れば友の者たちの列も心なしか足取りが重くなってきたようでございます。野原にはのどかな風が吹き渡り、遠くで小鳥の鳴く声が小さく聞こえてまいります。日はすでに高く、あたりにはうららかな昼の陽気がゆったりと満ちておりました。お殿様はめったにお歩きにならぬ道のりをずいぶんとたくさん歩かれたようで、額にはうっすらと汗がにじんでおられました。屋敷にいれば何くれとなくお世話が焼いてもらえるものの、こうして野を歩けばお腹がすくのもまた自然のことでございます。その時でございます。どこからともなく、なんとも良い香りがふわりと漂ってまいりました。近くの農家の庭先で炭火にサンマが油を滴らせながら焼かれております。煙がゆらゆらと静かに立ち上っており、農家の軒先には洗濯物がのんびりと風に揺れておりました。お殿様は鼻をクンクンとさせながら、あれをこちらへ持って参れと仰せつけになったのでございます。家来は少し驚きながらもいそいそと
農家の方へと駆けていきました。野原には炭火のパチパチという柔らかな音とサンマの焼ける香ばしい匂いだけが静かに満ちておりました。お殿様はその香りに誘われるままじっと農家の庭先を見つめておられたのでございます。焼きたてのサンマがお殿様のもとへ運ばれてまいりました。湯気の立つそれを一口召し上がりますと、お殿様は思わず目を見開かれました。これはなんともうまいものよ。素朴な炭火焼きの味わいにすっかり心を奪われてしまわれたのでございます。温かな煙の香りがいつまでもあたりに優しく漂っており、お殿様はしばらくの間うっとりとその余韻に浸っておられました。おそばに控えていた家来たちもそのご様子を見て思わず微笑ましい気持ちになったのでございます。日頃上等なお膳ばかりを召し上がるお殿様がこれほどまでに素朴な味を喜ばれる姿はなんとも珍しいものでございました。それから幾日かが経ち、お屋敷に戻ったお殿様はある日ふとあの味を思い出されました。あのサンマをもう一度食べてみたいものじゃ。上座に座られたまま嬉しそうに手をお打ちになります。畳の上に柔らかな光が差し込み、障子の向こうから静かな昼の気配が伝わってまいりました。控えていた家来はかしこまって深々と頭を下げたのでございます。かしこまりましたと家来は心の中であの日のサンマの味を思い浮かべながら静かに答えたのでございました。とはいえあの日いただいたのはしがない農家のただの炭火焼きでございます。家来はこれをどうお屋敷でご用意すべきか思案しながら部屋を下がっていったのでございます。仰せを受けた家来は張り切って日本橋の大菓子へと足を運びました。ずらりと並んだ品の中から一番立派な艶の良いサンマを選び出し、大切そうに両腕に抱えてまいります。市場には威勢の良い声があちらこちらから響いており、朝の光を浴びた魚たちが銀色にキラキラと輝いておりました。家来はこれでお殿様にきっと喜んでいただけるであろうと心を弾ませており、
みちみちさんまを落とさぬよう大事そうに抱え直しておりました。日本橋からお屋敷までの道のりは随分と長うございましたが、家来の足取りはどこかウキウキとしておりました。魚河岸のにぎやかな喧騒も次第に遠のき、辺りには静かな昼下がりの街並みが広がっておりました。ところが家来はあれこれと思いを巡らせすぎてしまいました。油の多いものはお体に触るやもしれぬと、せいろでじっくりと蒸し上げ、骨が喉に引っかかっては大変じゃと、小骨を一本また一本と丁寧に抜いていきます。湯気の向こうで家来は真剣な顔でその作業をコツコツと続けておりました。台所には白い湯気がいつまでももうもうと立ち込めておりました。これでこそお殿様のお体に優しい整った上等な一品になるはずだと、家来は一人満足げにうなずいておりました。せっかくの立派なサンマだからこそ少しの粗相もあってはならぬと、家来は一層丁寧に手を動かしていたのでございます。こうして出来上がったのは油気の抜けたパサパサの白っぽいサンマでございました。お椀の中で身はほろほろと崩れており、あの日の脂ののった艶やかな焼き色はどこにも見当たりません。お殿様は一口召し上がるとなんとも浮かない顔をなさいました。これは一体どうしたことじゃ。あの日の味とは似ても似つかぬものに少しばかりがっかりされたのでございます。家来はそばに控えたままじっとお殿様のご様子を伺っており、何がいけなかったのだろうかと一人心の中で首をかしげておりました。あれほど丁寧に手をかけてこしらえたはずなのにと、家来は少ししょんぼりとした面持ちでございました。このサンマは一体どこのものじゃ。お殿様がそう尋ねられますと、家来は日本橋の魚河岸にて整えましてございますと静かにお答えいたしました。するとお殿様は重々しくこう申されたのでございます。それはいかん。サンマは目黒に限る。家来は
その言葉にただただ困った顔で頭を下げるばかりでございました。もとより目黒ではサンマなど取れるはずもございませんが、お殿様はそんなことには一向にお気づきにならぬ様子でございます。障子の外では何も知らぬげに柔らかな風がそよそよと吹いており、お殿様はそれきりなんとも満足そうな顔でとうなずいておられ、家来はそのお言葉の意味を計りかねながらもただ静かに頭を下げるほかなかったのでございます。夕暮れの目黒の野原には暖かな夕焼けが静かに広がっております。遠くの農家からは細い煙がゆらゆらとたなびいておりました。海のない目黒こそが一番だと信じて疑わなかったお殿様のなんとも微笑ましい勘違い。人の思い出とは時に味そのものよりも深く心に残るのかもしれません。風がいつまでも優しく野原を撫でていき、遠くの空には一番星がぽつりと静かに瞬き始めておりました。温かな記憶は時に事実よりも大切なものとして人の胸に残り続けるのかもしれません。古典落語目黒のさんまでございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。昔々、江戸の町の外れに一人の魚屋が住んでおりました。なお勝五郎と申します。腕は確かで、界隈でも評判のいい魚屋でしたが、困ったことにお酒が大それて好きで、ついつい仕事を怠けてしまいます。まだ夜も明けきらぬある朝のことでございます。女房にせかされて勝五郎はしぶしぶ寝床から起き上がり、眠たい目をこすりながら仕入れの支度を整えておりました。壁の向こうからは林家の赤子のかすかな鳴き声が聞こえ、井戸端の水音がぽたりぽたりと静かに響いております。障子の外はうっすらと藍色に染まり始めており、遠くで一番鳥の声がコケコッコウとのんびりと響いておりました。遠くの浜の方から寄せては返す波の音がザブンザブンとかすかに聞こえてくるようでございました。長屋の路地にはまだ夜の匂いが立ち込めており、月明かりがしらじらと地面を照らしております。今日はそんな拾ったお金と
女房の優しい嘘にまつわる芝浜というお話でございます。どうぞ目を閉じてゆっくりお聞きくださいませ。勝五郎は朝がどうにも苦手でございました。女房に幾度も揺り起こされて、ようやく重い腰を上げ、あくびを一つしながら天秤棒を担ぎ魚河岸へと向かいます。夜明け前の道はしんと静まり返り、川面を渡る風がひんやりと頬を撫でてまいります。提灯もいらぬほど東の空はすでにほの白く、遠くの寺からボンと鐘の音が一つゆっくりと響いてまいりました。急ぎ足で歩くうち、ふと川岸のにぎわいの前にまだ誰の姿もないことに気づきました。どうやら早く来すぎたようでございます。仕方なく勝五郎は芝の浜辺に腰を下ろし、一息つくことにいたしました。波の音がザブンザブンと柔らかく寄せては返しております。空は次第に白み始めておりました。遠くの水面にはまだ星が一つ二つ名残惜しそうにちらちらと羽ばたいております。潮の匂いがふわりと鼻先をかすめ、あたりは次第に朝の気配へと変わってまいりました。波打ち際に腰を下ろし、ぼんやりと海を眺めておりますと、足元の砂の中に何やら黒い塊がうずもれているのが目に留まりました。なんだろうと勝五郎はそーっと手を伸ばし、それを拾い上げます。古びた革の財布でございました。ずしりと重みがございます。あたりを見回しても持ち主らしき人影はどこにも見当たりません。潮風がヒューと一つ吹き抜けていき、遠くでカモメの鳴き声がぽつりぽつりと聞こえてまいります。波は相変わらずザブンザブンと静かな調子で寄せては返しておりました。勝五郎はごくりと喉を鳴らし、震える指でそっと財布の口を開いてみたのでございます。朝日が水平線のあたりをほんのりと橙色に染め始めておりました。空にはまだ薄い月が名残のように浮かんでおり、砂を踏む足音だけがサクサクと静かに響いておりました。勝五郎の胸の内には何とも言えないそわそわとした思いが広がってまいります。中を見た勝五郎は思わず息を飲みました。ぎっしりと詰まった小判が朝の光にキラキラと輝いております。数えてみますと、なんと50両。勝五郎は一目散に家へ駆け戻り、
その足で仲間たちを呼び集めました。長屋の一間はたちまち宴となり、とっくりがいくつも開いてまいります。三味線の音色と笑い声が夜更けまで絶えることなく続きました。飲めや歌えのにぎやかさに勝五郎はすっかりいい気分になり、やがて畳の上にごろりと横になると、そのまま深い深い眠りに落ちていったのでございます。行灯の明かりがゆらゆらと静かに揺れており、障子の外にはまん丸いお月様が静かに浮かんでおりました。隣の部屋からは仲間のいびきがスースーとのんびり響いてまいります。夜はしんしんと更けてゆき、遠くの空には星がちらちらと静かにしばたいておりました。あくる朝、勝五郎はしぶしぶ目を覚まします。頭がズキズキと痛みました。すると女房が静かにこう申します。あんた、ゆうべ、妙な夢の話をしていましたよ。財布を拾って50両だなんて、大きな声で、勝五郎は、はっといたしました。確かにこの手で、あの重い財布を拾ったはずでございます。けれど、部屋のどこを見回しても、財布らしきものは見当たりません。畳の上には、空になったとっくりがいくつか転がっているばかりでございました。あれは、まことに夢であったのか。勝五郎はしばらくの間、呆然と宙を見つめておりました。障子越しに柔らかな朝の光が差し込み、遠くでカラスの声がカーカーとゆっくり響いております。遠くから豆腐屋の売り声が豆腐い豆腐いとのんびり聞こえてまいります。障子越しの光は次第に強まり、長屋のどこかで赤子の鳴き声が再びかすかに響いておりました。すっかり気落ちした勝五郎でございましたが、やがてふーっと長い息を吐きました。あぶく銭をあてにして怠けていた自分を深く恥じたのでございます。その日を境に勝五郎はぴたりとお酒をやめました。朝は誰よりも早く起き、天秤棒を担いで魚河岸へ向かい、日が暮れるまで真面目に商いに励みます。額の汗を拭いながら声を張り上げて魚を振る勝五郎の姿は次第に界隈の評判となってまいりました。夏には蝉の声が、冬には木枯らしの音が季節ごとにその背中を見送っておりました。風がそよそよと汗ばんだ背中を吹き抜けていきます。女房もそんな勝五郎の姿をそっと見守っておりました。冬の日には木枯らしがヒューヒューと吹きすさび、夏の日には
蝉の声がじーじーと降り注ぎます。それでも勝五郎の足は一時も止まることがございませんでした。それから3年の月日が静かに流れました。勝五郎はコツコツと貯めたお金で小さいながらも自分の店を構えるまでになっておりました。藍色の羽織を身にまとい、店先に立つその姿はすっかり一人前の商人でございます。暮らし向きもすっかり穏やかになり、女房と2人ささやかながらも満ち足りた日々を送っておりました。店先ののれんが風にゆらゆらと揺れ、軒先の風鈴がチリンチリンと涼やかな音を立てております。近所の人たちも口を揃えて勝五郎の変わりようを褒めそやすのでございました。月日というものはまことに静かに、けれど確かに人を育てるものでございます。行き交う人たちが勝五郎に会うたび、深々と頭を下げてまいります。夕暮れには店じまいの品を並べ直しながら静かに明日の支度を整えるのでございました。そうして大晦日の夜が参りました。表ではしんしんと雪が柔らかく降り積もっております。あんどんの暖かな明かりのもと、女房がふと静かに口を開きました。あんた、そろそろ本当のことを話しておこうと思います。そう言って仏壇の奥から古びた革の財布をそーっと取り出したのでございます。勝五郎はそれを見て目を大きく見開きました。忘れもしないあの日の財布でございます。夢ではなかったのかと勝五郎の胸の内に静かな驚きが広がってまいりました。表の雪はいつまでもコンコンと降り続き、遠くで除夜の鐘が一つまた一つと静かに響いておりました。勝五郎は女房の言葉の意味がまだよくわからぬまま、ただその手にある古びた財布をじっと見つめておりました。あんどんの芯がパチリと小さな音を立てております。女房はゆっくりとうつむきがちに語り始めました。あの日、あなたが拾ってきたお金は本物でございました。けれど、拾ったものはお上に届けねばならぬと、大家さんに相談したのです。落とし主はとうとう現れず、決められた日数が過ぎて、お金は再びこの家に戻ってきていたのだと申します。あの時夢だと偽ったのは、酒に溺れる勝五郎をまっとうな道に立ち戻らせたい一心からでございました。勝五郎は
しばらく黙ってうつむいておりましたが、やがてその肩を静かに震わせ始めたのでございます。女房を責める言葉は一つも出てまいりません。あんどんの明かりが二人の姿を柔らかく温かく照らしておりました。あんどんの明かりが二人の間でゆっくりと揺れております。表からは風に乗って遠くの町の物音がかすかに途切れ途切れに聞こえてまいりました。女房はそっと立ち上がり、漆塗りの杯になみなみとお酒を注ぎました。さあ、今夜だけはお祝いに一杯どうぞ。差し出された杯を勝五郎は両手でそっと受け取り、ゆっくりと口元へ近づけてまいります。ですが、あと少しのところでふとその手を止めました。よそう、また夢になっちゃいけねえ。そうつぶやいて杯をそっと禅に戻す勝五郎の横顔をあんどんの明かりが柔らかく照らしておりました。窓の外には雪がいつまでもしんしんと降り続いており、遠くの鐘の音も次第に静かに消え入るように響いておりました。遠くの街並みはしんと静まり返り、新しい年を迎える支度が静かに整えられているようでございました。古典落語芝浜でございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。昔々、上方の町に一つの商家がございました。そこの旦那はなかなかの物知りで遊び心にあふれたお人柄でございます。ある日、いつも知ったかぶりをする界隈の若い男のことが話題に上りました。何を聞いても知らないとは決して言わず、したり顔でうなずいてしまう。旦那はふふと小さく笑い、そんな男をちょっとからかってやろうと思いついたのでございます。障子の外では昼の柔らかな光がゆっくりと座敷に差し込み、庭先では蝶々が一羽ひらりひらりとのどかに舞っておりました。座敷の隅には涼しげな青磁の香炉から一筋の煙がゆらゆらと立ち上っており、あたりにはほのかな香りが漂っておりました。旦那の顔にはいたずらを思いついた子供のような明るい笑みが浮かんでおります。今日はそんな知ったかぶりが招いたちょっぴり愉快なちりとてちんというお話でございます。どうぞ目を閉じて
ゆっくりお聞きくださいませ。旦那は早速計画を練り始めました。まずは食べ物のことなら何でも素直に喜ぶ食いしん坊の大工を招いてごちそうを振る舞うことにいたします。それから知ったかぶりの男を呼び、同じ料理を出してうんちくを語らせてやろうというのでございます。旦那は帳場に座り、扇子をゆっくりと仰ぎながらにんまりと笑っておりました。台所からはだしの香りがふわりふわりと漂ってまいります。庭の木々が風にさわさわと揺れ、遠くで鳥の声がのんびりと響いておりました。障子の外をのんびりとした昼の風が吹き抜けております。旦那の胸の内ではこれからの一幕を思い、くすくすと笑いがこみ上げてまいります。台所からは包丁の音がトントンと軽やかに響いておりました。はじめにやってきたのは食いしん坊の大工でございます。旦那は鯛の吸い物を碗に盛り、うやうやしく差し出しました。大工は碗を両手でそっと持ち上げ、湯気に鼻を近づけると、目を細めて、ほーっと深いため息をつきました。こいつはたまりませんな。だしの香りだけでご飯が3杯はいけます。素直な物言いに旦那はすっかり気をよくいたします。大工は碗の中身をゆっくりと味わい、頬を緩めながら満足げにうなずいておりました。障子の向こうでは昼の光が柔らかく畳の上を滑っております。大工は碗の出汁を最後の一滴まで飲み干すと、満足そうにほーっと息をつきました。障子越しに柔らかな午後の日差しが畳の上をゆっくりと滑ってまいります。大工が満足げに帰っていった頃、玄関先に噂の若い男が姿を現しました。腕を組み、顎を少し上げて、いかにも自信ありげな足取りでございます。旦那はにこやかに男を座敷へと招き入れました。よくいらっしゃいました。ちょうど今、いいものを用意していたところでございますよ。男は、ふふん、と鼻を鳴らし、上座にどっかりと腰を下ろします。庭先では、風にそよぐ木の葉の音が、さらさらと静かに響いており、縁側からは午後の柔らかな光がゆっくりと差し込んでおりました。男の下駄の音がカランコロンと玄関先に響いておりました。旦那はその様子を見ながら内心、いよいよだと心の中でそっとつぶやいておりました。
先ほどと同じ鯛の吸い物を男の前にそっと差し出しました。男は椀を無造作に持ち上げ、中を覗き込みます。鯛の吸い物ですか。この程度のもの、今さら珍しくもございません。旦那は口元にだけうっすらと笑みを浮かべておりました。男の得意げな物言いを聞きながら、旦那の心の内ではいよいよ次の一手を打つ算段がゆっくりとしっかりと固まっていったのでございます。行灯の明かりが二人の影をそっと畳に移し、庭先の風鈴がチリンとかすかに音を立てておりました。旦那はしばらくの間黙って男の顔を眺めながら、次にどう出るべきかゆっくりと思案を巡らせておりました。庭先の蝶々がひらひらと静かに待っております。旦那はそっと台所の奥へと下がりました。片隅に置いてあったのは幾日も前からひっそりと放っておかれた豆腐でございます。器を傾けてみますと、白く崩れたそれが薄い糸を引いてとろりとしだれ下がってまいりました。あたりにはツンとした酸っぱいような匂いが静かに漂っております。旦那はそれを小さな器にそっと盛り付け、すました顔で座敷へと戻ってまいりました。廊下の障子には夕暮れ前の柔らかな影がゆっくりと伸び、外では夕焼けを映した雲がゆっくりと流れておりました。旦那は器を持つ指先にそっと力を込めました。台所の外では夕暮れの鳥の声がチュンチュンと名残惜しそうに響いておりました。旦那はその器をうやうやしく男の前に置きました。これは長崎から届いた大層珍しい食べ物でございましてな。チリとテチンと申します。ご存知でございましょう。男は内心ドキリといたしましたが、知らないとは口が裂けても言えません。ああ、あれでございますか。存じておりますとも。そう言って大きくうなずいてみせるのでございました。旦那は目を細めて静かに男の様子を眺めており、行灯の明かりが二人の間を柔らかく照らしておりました。男は内心の動揺を隠すように扇子で仰ぐふりをしておりました。障子の外では夕暮れの風がそよそよと静かに吹き抜けてまいります。知らないとはもう今さら言えません。男はごくりと喉を鳴らし、震える指で箸を取りました。
一切れをつまみ上げ、思い切って口の中へ運びます。途端にツンとした強い匂いが鼻の奥まで広がってまいりました。舌の上でとろりと崩れる感触。男の額にじわりと汗がにじみます。それでも男は知ったかぶりの意地からなんとか顔を取り繕ってこくりと飲み下したのでございました。障子の外では夕暮れの風がひゅーと静かに吹き抜けておりました。座敷にはしばらくの間重い沈黙が漂っておりました。旦那はその沈黙を破らぬよう静かに男の様子を見守っております。男の顔からはみるみる血の気が引いてまいります。青ざめた方で口をキュッと結び、目にはうっすらと涙さえにじんでおりました。旦那はそんな男の様子を涼しい顔で眺めながら静かに尋ねます。どうです？お味の方は。男はしばらくの間言葉を探すように口をパクパクとさせておりました。あんどんの明かりがゆらゆらと二人の間で揺れております。障子の外では虫の声がリンリンと控えめに響いており、庭先の木々も静かに夜の気配をまとっておりました。旦那の口元には哀れみとおかしみの入り混じった何とも言えない笑みが浮かんでおりました。庭の木々は変わらず静かに風に揺れております。男はようやく震える声でこう申しました。これはその豆腐の腐ったような味でございます。旦那は思わずふふと小さく笑いをこぼしました。何しろその豆腐は本当に腐りかけていたのでございますから大正解でございます。知ったかぶりが招いたちょっぴりほろ苦いけれどどこか微笑ましい一コマでございました。夕暮れの空が静かに茜色に染まってまいり、遠くの街並みから夕げの支度をする煙が細くまっすぐに立ち上っておりました。座敷には二人の笑い声がしばらくの間柔らかく響いておりました。古典落語ちりとてちんでございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。昔々、江戸は浅草の界隈に大層そそっかしいことで知られた八五郎という男が住んでおりました。今日もまた
浅草寺の境内でちょっとした騒ぎが起きていたようでございます。石畳の上に一人の男が力なく横たわっており、そのそばで八五郎が指をさしながら大きな声で何かを叫んでおりました。周りには通りすがりの人たちが何事かとひそひそと寄り集まってまいります。空はよく晴れて、遠くに雷門の影がぼんやりと霞んで見えており、境内のバトたちがパタパタと羽音を立てて辺りを飛び回っておりました。境内の隅には線香をあげに来た参拝客がぽつりぽつりと歩いており、辺りにはのどかな昼の空気が満ちておりました。八五郎の大きな声だけがその中でひときわ目立っております。今日はそんな行き倒れを私の友達と言い張った男のちょっぴり不思議な底つながやというお話でございます。どうぞ目を閉じてゆっくりお聞きくださいませ。八五郎という男は江戸っ子らしい威勢の良さが自慢でございましたが、その分そそっかしいことにかけても界隈で右に出る者がおりません。今朝も浅草の雑踏を両手をブンブンと振りながらせかせかと歩いておりました。すれ違う人たちがその勢いに驚いて思わず振り返るほどでございます。空には青空が広がり、遠くに五重塔がすっと立っております。八五郎の足音だけがトントンと通りに軽やかに響いており、朝の柔らかな日差しがその背中をそっと押しているようでございました。町のあちこちから商いの掛け声や下駄の音がにぎやかに聞こえてまいります。八五郎はそんな喧騒の中をものともせずまっすぐに歩いておりました。浅草寺の境内の隅まで来たとき、八五郎はふと足を止めました。石畳の上に一人の男がぐったりと横たわっているのが目に入ったのでございます。八五郎はしゃがみ込んでその顔をそーっと覗き込みました。そして目を大きく見開きます。これは大変だ、長屋の熊じゃないか。周りに集まってきた人たちもまさかというような顔でそっと顔を見合わせておりました。境内には線香の匂いがうっすらと漂っており、風が静かに石畳を撫でておりました。周りの人たちが口々に爽快爽快とうなずき合っております。八五郎一人だけがなぜか妙に落ち着いた顔をしておりました。騒
騒ぎを聞きつけた役人が静かにやってまいります。身内の者に引き取らせるように、役人の言葉に八五郎は大きくうなずきました。合点でございます。すぐに熊の野郎を連れてまいります。役人は少し首をかしげておりましたが、八五郎はすでに駆け出しておりました。ここで一つ妙なことに気づいた方もいらっしゃるかもしれません。死んでいるはずの熊を生きている熊が迎えに行くという次第でございます。境内にはゆっくりと昼の光が満ちておりました。役人は何やら釈然としない顔つきをしておりましたが、それ以上深くは追求いたしませんでした。境内の松の木が風にさわさわと揺れております。八五郎はそんな通りのおかしさにはまるで気づかぬ様子で、一心不乱に長屋を目指して走っておりました。着物の裾がひらりひらりと風にはためきます。額には玉のような汗が浮かんでおりました。何しろ八五郎の頭の中では熊五郎が浅草で死んでいるという思い込みだけがしっかりと居座っていたのでございます。夕暮れにはまだ間があり、往来にはのんびりとした昼下がりの光が満ちており、行き交う人たちの影が地面に長く伸びておりました。汗を拭うことも忘れて、八五郎はただひたすら足を動かし続けておりました。町の物売りたちの声が遠くでぽつりぽつりと聞こえてまいります。長屋にたどり着くと、熊五郎はのんびりと湯飲みを傾けているところでございました。八五郎はそこへ勢いよく飛び込み、熊五郎の肩をがしりとつかみます。お前、大変だぞ。浅草でお前が死んでるんだ。早く来い。熊五郎は湯飲みを持ったまま、きょとんとした顔で瞬きを繰り返しておりました。障子の外では風鈴がチリンチリンと静かになっており、路地の向こうから豆腐屋の売り声が豆腐い豆腐いとのどかに聞こえてまいりました。熊五郎の湯飲みからはまだ湯気がほんのりと立ち上っておりました。八五郎の勢いに押され、熊五郎は湯飲みをそっと畳に置きました。熊五郎もまた負けず劣らずのそそっかしい男でございました。俺が死んでいるですって。半信半疑のまま、それでも八五郎に手を引かれるようにして浅草へと向かってまいります。みちみち熊五郎は首をひねりながら
うなじのあたりをポリポリとかいておりました。青空の下、二人の影が長く長く地面に伸びております。途中の橋の下では川の水音がさらさらと静かに流れておりました。熊五郎の足取りはどこか頼りなく、それでいてどこか楽しげでもございました。町のにぎわいが次第に二人を包み込んでまいります。境内に着くと、そこにはあの行き倒れの男がまだ静かに横たわっておりました。熊五郎はしゃがみ込んでその顔をじっと見つめます。そしてゆっくりとうなずきました。ああ、確かにこれは俺だ。そう言って両腕でそっとその体を抱き上げ、頬につと涙をひとしずく浮かべたのでございます。役人も周りの人たちも口をポカンと開けたまま言葉を失っており、境内にはしんとした静けさがしばらくの間広がっておりました。境内にはしばらくの間しんとした沈黙が広がっておりました。バトたちだけが何も知らぬ顔で辺りをのんびりと歩いております。呆れ返る役人ややじ馬をよそに、八五郎と熊五郎の二人だけは至って真剣な顔つきでございます。二人ともこれが紛れもない真実だとすっかり信じ込んでしまっているのでございました。境内には柔らかな昼の風が吹き抜け、五重の塔の影がゆっくりと石畳の上を移ろっております。周りの人たちはただため息混じりに首をかしげるばかりで、バトたちだけがのんびりと石畳をついばんでおりました。境内には何とも言えない不思議な空気が漂っておりました。空を見上げれば白い雲がゆっくりと流れてまいります。熊五郎は抱きかかえた体を見つめながらぽつりとこうつぶやきました。抱かれている俺のことはよくわかる。けれど抱いているこの俺は一体誰なんだろうな。境内には夕暮れの淡い茜色がそっと広がり始めておりました。石畳の上に枯葉が一枚風に乗ってひらりと舞い落ち、遠くで寺の鐘が一つゆっくりと響いております。遠くから夕暮れ時ののんびりとした物売りの声がかすかに聞こえてまいりました。古典落語粗骨長屋でございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。
昔々、日本橋のにぎやかな通りに、大きな寝台を誇る商家がございました。ある夏の暑い森のことでございます。そこの若旦那が、床につき、上ごとのように、ある果物の名前をつぶやき続けておりました。みかんが食べたい。みかんが。真夏の最中に、みかんなど、どこを探しても見当たりません。傍らでは、番頭が心配そうに、若旦那の顔を覗き込んでおりました。障子の外には、青々とした木の葉が、ゆっくりと風に揺れ、庭先では、風鈴が、チリン、チリンと、涼やかな音を立てております。座敷の外には、夏のかげろうが、ゆらゆらと立ち上っており、遠くから、金魚織りの声が、のんびりと聞こえてまいります。番頭は、そんな暑さの中でも、額に汗をにじませながら、若旦那を見守っておりました。今日はそんな、たった一個のみかんにまつわる、千両みかん、というお話でございます。どうぞ、目を閉じて、ゆっくりお聞きくださいませ。若旦那の病は、まるで恋の病のようでございました。ただし、恋しいのは人ではなく、あの丸くて橙色をした果物でございます。真夏だというのに、みかんが食べたくてたまらず、日ごとに床の中で、上ごとをつぶやくのでございました。額には、じっとりと汗がにじみ、頬はすっかりこけてしまっております。番頭は、そんな若旦那の姿を見るにつけ、なんとかしなければと、胸を痛めておりました。開け放した障子の向こうで、蝉の声が、じーじーと、途切れることなく響いており、うちわの風だけがパタパタと部屋の中を撫でておりました。水を含ませた手ぬぐいを番頭がそっと額に当ててやりますと、若旦那はわずかに目を細めるのでございました。それでもみかんへの思いは一向に収まる気配がございません。けれど、季節は真夏の真っ只中。みかんといえば、秋から冬にかけて実る果物でございます。番頭は、日本橋界隈の店という店を回り、頭を下げては、みかんはないかと尋ねて回りました。ですが、どこの店先にも、夏の野菜が並ぶばかりで、あの橙色の果実は、一つも見当たりません。番頭は、額の汗を拭いながら、それでも諦めず、次の店へ、また次の店へと、休むことなく歩き続けたのでございます。じりじりと照りつける夏の日差しが、番頭の背中をじっとりと焼いておりました。汗にまみれた番頭の姿を見て、
道行く人たちが思わず声をかけてくるほどでございました。それでも番頭は足を止めることなく次の店へと向かってまいります。日が傾きかけた頃、番頭は問屋街のさらに奥まった蔵の前にたどり着きました。薄暗い蔵の中をろうそくの明かりを頼りに探し回るうち、木箱の中に藁にくるまれたたった一つのみかんを見つけたのでございます。橙色の実がろうそくの光を受けてほのかに輝いております。番頭は思わず両手を胸の前で合わせ、目を大きく見開きました。ようやく見つけたたった一つの希望でございました。蔵の外では夕暮れ時の静けさがしんと辺りを包んでおりました。蔵の奥にはひんやりとした空気が漂っており、番頭の吐く息が白く煙って見えるほどでございました。番頭はその一個をそっと両手で包み込みました。問屋の主に根を尋ねますと、主はもったいぶった顔でゆっくりと扇子を広げました。これはね、氷室で夏まで大切に保たせた特別な一品でございますよ。お値段は1000両。番頭はあまりのことに腰が抜けそうになりました。手ぬぐいで額の汗を拭いながらしばらくの間言葉も出ずに立ち尽くしていたのでございます。蔵の外では夕暮れの風がヒューと一つ吹き抜けていき、遠くでカラスの声がカーと一つ響いておりました。番頭はふらふらとした足取りで蔵を後にいたしました。夕暮れの街並みが次第に橙色に染まり始めております。青ざめた顔で店に戻った番頭は事の次第を大旦那へそっと申し上げました。大旦那はしばらく目を閉じて考えておりましたが、やがて静かにこう申します。息子の命には代えられぬ。買ってまいれ。その一言に番頭は畳に手をつき、深々と頭を下げました。行灯の温かな明かりが二人の姿を柔らかく照らしており、庭先の風鈴がチリンと一つ静かになっておりました。大旦那の言葉には迷いのかけらもございませんでした。障子の外では夏の虫の声がリンリンと静かに響いておりました。千両を懐に忍ばせ、番頭は再び問屋へと向かい、無事にみかんを持ち帰ってまいりました。
座敷に戻ると、震える手で皮をむき、房を一つ一つ、そっと数え始めます。ひ、ふ、み、指先が緊張のあまり、小刻みに震えておりました。全部で10房。一房、およそ100両という、大変な代物でございます。行燈の明かりのもと、番頭の額には、大粒の汗がにじみ、部屋の外では、夜の虫の声が、りん、りんと、静かに響いておりました。座敷には、みかんの甘い香りが、ほのかに漂っておりました。若旦那は、その匂いに気づいたのか、うっすらと目を開けたのでございます。若旦那は、差し出されたみかんの房を、一つ、口へ運びました。甘酸っぱい香りが、ふわりと広がります。もう一つ、また、もう一つ、み房を食べ終える頃には、青白かった方に、ほんのりと赤みがさし、若旦那の目には、嬉し涙がにじんでおりました。大旦那も番頭も、そのそばで、ほっと胸をなでおろしております。残った7房のみかんは、大旦那から日頃の労をねぎらう印として、番頭にそっと渡されたのでございました。障子の外には、静かな夜の帳が降りておりました。座敷には、久しぶりに、温かな笑い声が戻ってまいりました。障子の外では、夕暮れの風が、そよそよと、静かに吹いております。その夜、番頭は一人、行燈の灯りのもとで、手のひらに乗せた7房のみかんを、じっと見つめておりました。一房、100両ということは、7房で、700両。そう数えた途端、番頭の胸の内に、これまで感じたことのない、ざわざわとした思いが広がってまいりました。行燈の炎が、ゆらゆらと、静かに揺れております。番頭は、手のひらの上のみかんを、いつまでも、じっと見下ろしており、夜風が、障子の隙間から、そっと忍び込んでおりました。行燈の灯りのもとで、番頭の顔にはいつもと違う思い詰めたような表情が浮かんでおりました。やがて夜も更けた頃、番頭の姿は店のどこにも見当たらなくなっておりました。手のひらに乗せていた7房のみかんだけを持って、そっと姿を消してしまったのでございます。まことに、お金というものは、人の心を、思いもよらぬ方向へと動かしてしまうものでございます。夜明け前の日本橋には、ただ、静かな川風だけが、ゆっくりと吹き抜けており、
遠くの空がうっすらと白み始めておりました。その夜のことを知る者は誰もいなかったと申します。古典落語千両みかんでございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。